すいません。こんにちは。こんにちは。ちょっと遅れてすいませんでした。いろいろあってちょっと忘れました。よろしくお願いします。Hi, it's Chris from Tsunagu. In this video, I'm going to be doing a mock interview with a real-life shacho who has lots of experience doing interviews and hiring staff. I will be pretending to be a software engineer applying for a game company. And I chose this example because I see these types of jobs very frequently on our jobs site. I will warn you in advance, I am not a software engineer in real life, so I do apologize if any of the examples that I give are not 100% realistic. And I also apologize for my Japanese because it is not perfect either, nor are the example answers that I give. But I hope that they will still serve as a useful reference for other non-native speakers. So without further ado, let's get back to this interview. いろいろあってちょっと忘れました。よろしくお願いします。はい、日本企業では時間厳守が当たり前なので、時間はきちんと守るようにしましょう。遅れると印象が悪くなってしまいます。また、服装や背景なんですけども、オンライン面談とはいえ服装は失礼のない服装で、臨むようにしましょう。あまりにもラフな服装だと面接官によっては失礼な印象を与えてしまう可能性があります。スーツまで着る必要はないですが、ビジネスカジュアルぐらいの服装であればまずは問題ないでしょう。またオンライン面談をする際には、自分の部屋や、周囲がごちゃごちゃして汚いと悪い印象を与えてしまうので、きちんと整頓するか背景画像を設定して、見えないようにしましょう。まずはじゃあ簡単に自己紹介をしていただけますか。はじめまして、クリス・スミスと申します。私はアメリカ人で、現在英語教師として働いています。よろしくお願いします。短すぎる自己紹介はあまり印象も良くないので、できれば 1,2 分で分かりやすく伝えられるように事前に準備しておくのが良いでしょう。その際、これまでどういう業務を経験してきたか、それによって何を得られたか、なぜ今転職活動をしているのかというような内容が簡単に説明できると良いと思います。はじめまして、スミス・クリストファーと申します。私は今年29歳になりました。出身はアメリカのシアトルで、シアトルのワシントン大学から卒業しました。卒業後は4年ほどシアトルにある IT スタートアップ企業でアプリ開発をしていました。で、それから3年前ぐらいに日本に来る機会があったので初めて来日をしました。で、日本に来た時はまだ日本語能力が足りなかったため、IT エンジニアではなく英語会話教師として働きながら日本語学校に通って日本語を勉強してきました。趣味はゲーム、特に RPG ゲームなので、その趣味とプログラミングスキルをつなぐ仕事ができたらとても楽しく働けるかと思います。なので御社に応募をしました。本日はよろしくお願いします。日本に来た理由を教えていただけますか。なんでいいんだろう。俺結構バカだと思う、本当。そんな日本好きじゃないのにいるってバカだね。それは俺だ。まず話し方ですが、当たり前ですが友達に話すようなラフな言葉は厳禁です。丁寧語や敬語をきちんと使うようにしましょう。その上でこの質問の意図としては、日本に興味を持って日本で働きたいと思った理由を分かりやすく伝えると良いでしょう。企業側からしてみたらすぐに国に帰ってしまう可能性のある人は採用しづらいので、その疑念を払拭できるような説明ができると良いと思います。子供の頃から日本のポップカルチャーに興味を持っていましたので、3年前ぐらいに機会がありましたら日本に引っ越すことに決めました。最初来た頃は短期的にいようかなと思ってましたが、
実際に住んで日本語と日本の文化を勉強できましたら、日本の良さを知ってしまいました。そして今は自分の国に帰らないで日本でキャリアを築いていきたいと思っています。当社の志望動機を教えていただけますか？そうですね。今の会社はあまり良くなくて、上司も厳しいし、給与も少ないので、ずっといろんな仕事に応募してて、たまたまこの仕事を Indeed.com で見たので、結構いいなって思って応募しました。正直に伝えるというのは非常に良いことなんですが、このような志望動機の質問を聞かれたらですね、なぜこの会社に興味を持ったのか、また自分が培ってきた経験やスキルがどのように活かせると思ったのかを伝えられるとより良いと思います。そのためにも企業のビジョンや業務内容を事前にきちんと調べることが必要ですが、これができていると熱意がより伝わると思います。私の趣味がゲームなので、御社が開発するスマートフォンゲームにとても興味があります。実際に仕事としてゲームを開発したことはありませんが、アメリカの会社で iOS と Android のアプリ開発の経験もあって、個人で Unity を使ってゲームを作ったこともありますので、このポジションに必要なスキルは十分あると感じます。はい、それでは前職でどのような仕事をしていたか教えていただけますか？そうですね。前の会社で英語を教えました。英会話先生でしたから。そしてその前の会社、アメリカの会社ではアプリを開発していました。この質問に関しては前職でどのような役割を果たしていたのか、またどのような成果を上げたのか、今までのキャリアを具体的な実績成果とともに簡潔に説明すると良いと思います。英会話の仕事で1対1のレッスンを行って、子供から大人までの生徒たちに日常英会話のスキルを教えています。自分でレッスンの内容を企画して楽しい英語のゲームも考えて作ったりしています。そして前のアメリカの会社では自社の金融アプリを開発していました。入社した頃はテストやプログラミングなどの作業を4人いるチームで行いましたが、その最後の1年間ぐらいは上流工程を担当していて、その年はアップストアの金融カテゴリーで私たちのアプリが3位まで人気になりました。これまでで一番の成功体験を教えていただけますか？アメリカの会社で開発したアプリが今までの一番の成功体験です。はい、この質問に関しては成功体験そのものだけではなくて、目標を成し遂げるためにどんな工夫や努力をしたのかということを簡潔に伝えられると良いと思います。目標達成のために努力を惜しまず、さまざまな課題に取り組む姿勢や行動力があるということを伝えることが重要です。先ほども言いましたが、私たちが開発していたアプリが App Store の金融カテゴリーで3位まで上がったことが今までの一番の成功体験だと思います。そこまでアプリを成長させるにはユーザーフィードバックを重視して小さい改善を PDCA サイクルで積み重ねることが大事でした。そしてチームの構成も大切で、みんなが自分の役割をきちんと把握して責任を取ることで生産性を上げることもできました。それでは今までの仕事で失敗をしたエピソードを教えてください。アメリカの会社である時、コードの修正を同僚に口頭で依頼しました。そのリリースは翌日でしたので急いでやる必要はありました。しかし
彼は次回のリリースのためだと勘違いしてすぐにはやってくれませんでした。その結果、修正がされなくてリリースに間に合いませんでした。この質問も成功体験の質問と同じで、失敗のエピソードをただ述べるだけではなくて、それに対処するためにどんなことをしたか、そこから何を学んだかということも伝えると良いと思います。さらに失敗の要因や失敗から学んだことを、今後の業務にどのように生かしていきたいかということも述べることができれば、問題解決能力だったり、向上心があることのアピールになるので良いと思います。アメリカの会社である時、コードの修正を同僚に口頭で依頼しました。そのリリースは翌日でしたので急いで やる必要はありました。しかし彼は次回のリリースのためだと勘違いしてすぐにはやってくれませんでした。その結果、修正がされなくてリリースに間に合いませんでした。で、その時以降はそういう大事なことを伝える時は口頭だけじゃなくて必ずしもメールやチャットで残すようにしていました。それでは、今後どういうキャリアを歩んでいきたいかということを教えてもらえますか？そうですね。正直に言いますとそこまで考えていないですね。とりあえず御社に配属して数年働きたいと思います。この質問に関してはきちんと先のことを考えて逆算して行動できているかということを見るための質問です。実際には具体的に将来のことが決まっていない場合でも、こういうふうになりたいという漠然としたイメージだけでも良いので、それに向かってこの仕事がどのようにつながっていくかということをきちんと説明できると非常に良いと思います。数年御社みたいなゲーム会社に配属してたくさん経験を積み重ねてから将来は自分のゲーム会社を作りたいと思います。それでは最後に質問はありますか？いや、大丈夫です。ありがとうございます。はい、これは日本企業で面接の際によく聞かれる質問です。この質問で面接官は応募者の意欲や、コミュニケーション能力などを評価するので、事前に企業や仕事内容に関する質問を、準備して質問すると良いでしょう。その際、企業のウェブサイトや求人案内を見ればすぐに分かるようなことを聞いてしまうと、会社のことをしっかり調べてないと判断されてしまって、評価が下がることもあるので注意しましょう。また面接中に説明されたことを再度聞くのも、話を聞いてないとか、集中力がないと判断されるので、気をつけるようにしましょう。Alright, that's it. You made it to the end of the video. Thank you for watching. If you are a Gaikokujin looking for a job in Japan, check out our jobs website, Tsunagu Local Jobs. We have a great multilingual staff who can help you for free to find a perfect job for you. Thank you so much for watching. See you later. Bye bye.